Hi, it's Yuka. Hi, Sunny. I'm excited to announce that our channel is back after a long break. 英会話力ゼロで渡米し、アメリカの大学に飛び込み、現在はオーストラリア在住7年目になります。ゆかです。まずは久しぶりの投稿になりますが、こうして視聴してくださりありがとうございます。長編動画の投稿はなんと約4年ぶりになります。このチャンネルを立ち上げた当初は、ゴシップガールのドラマから会話を抜粋して、実際に日常でよく使う英会話のフレーズをスライドで解説する形式の動画を作っておりました。今もプレイリストに残しているので、もしよかったら見てみてください。動画編集を学ぶ前に作った動画なので、手作り感が満載なのですが、今見返してみても、英語学習の内容としてはしっかりと作り込んでありますので、ぜひご活用いただけたらと思います。さて、4年空いてその後の現在はというと、オーストラリアで妊娠出産を経て母になりまして、生まれた息子は早くも3歳になりました。で、今私の周り、家庭環境、友人環境は基本的にオーストラリア人に囲まれながらの生活をしています。一方仕事ではオンラインで世界中に住む日本の方々と一緒に活動をしています。仕事はすべてオンライン上で、体自体はいつでも動ける状態なので、息子または息子とパートナーを連れて年に1、2回は日本に帰国して日本にいる両親や友人に会いに行くっていう生活を送っています。で、今後はスライドでの解説動画だけではなくて、息子と私の親子間のやりとりとか、実際の海外生活をお見せすることで、バイリンガルの家族の様子や国際結婚、あとはオーストラリアでの子育てや暮らしについてもお伝えしていきます。バイリンガル教育についてなんですけど、現状の私たちの家庭の言語環境を説明しますね。まず、私のパートナーのトリスは、生まれも育ちもオーストラリアのオーストラリア人です。彼は日本語を全く話せないので、息子にも私にも英語を使って会話をしています。そして私は生まれも育ちも日本で、大学で初めてアメリカに渡りました。当時は全く英会話ができない状態でしたが、その後どうにか英語でコミュニケーションが取れるようになって今に至ります。私は2カ国語で育ったわけではなく、後天的なバイリンガルです。で、この経験から言語の壁をどう乗り越えてきたかなども今後シェアできたらなと思ってるんですけど、パートナーのトリスには英語、息子のショーには日本語を使っています。で、最後に息子のショーについてですが、彼は現時点で3歳です。で、日本には時々帰っているものの、主な生活の場はオーストラリアなので、保育園も特に日本語に力を入れているような園ではなくて、ごく普通のオーストラリアのデイケアに通っています。で、そのため、主要言語は完全に英語なんですが、日本人の母である私がショーに対してできるだけ日本語のみを使い続けているっていう、そんな現状は言語環境です。で、息子を見ていて面白いなと感じるのは、日本に帰国するたびに驚くほどに日本語を吸収することです。で、今度オーストラリアに戻ってきて滞在期間が長くなると、使う日本語の単語数とか頻度がどんどん少なくなってくるんですよね。なので、日本語を理解できるようになってほしいって思うなら、日本に連れて行って、実際に日本の人々や文化に触れることが重要だなと感じています。これは逆も同じで、私たちが英語を喋りたいな、話せるようになりたいなと思った時には、その国の文化や人々にできるだけ多く触れる機会が必要っていうことですよね。で、こんな感じで私たちミックスカルチャーの家族を通して世界の人たちに少しでも日本のことを知ってもらいたいですし、日本の皆さんには海外での暮らしぶりやバイリンガルな言語や視点っていうのをお伝えしたいなと思っています。そして、それがきっかけで、Mommy, I got basil soup あ、本当だ。for spaghetti. ありがとう。じゃあちょっと落とさないように持っといてね。バジル今さ、残りそんな葉っぱ少ないからさ、I put it here. 今ね、バジルを取ってきてくれたっていう。そう、スパゲッティのソースを作るときにバジルをよく使うんですけど、今それを取ってきてくれたって。Don't build it. はい。どこまで話したっけ？で、そう、こんな感じで私たちミックスカルチャーの家族を通して世界の人たちには少しでも日本のことを知ってもらいたいですし、日本の皆さんには海外での暮らしぶりやバイリンガルな言語や視点っていうのをお伝えしたいなと思っています。そしてそれがきっかけで海外に出てみようかなとか、子供を海外に行かしてみようかなって考えている方々のお役に立てれば何よりです。
お父さんは英語、お母さんは日本語を使って、さらに英語圏で育った子供が成長していく中で、どんな言語を使って、どんなコミュニケーションを取っていくのか、言語に興味がある方には、こうした点がとても興味深いと思いますので、そういった動画を提供していけたらいいなと思っています。私たちはオーストラリアっていうマルチカルチャーを受け入れている国に住んではいるんですけども、特に田舎に住んでいるので、実際にはマイノリティなんですよね。で、日本に行ったとしても同じくマイノリティで、かなりユニークな家族ではあると思うんですけど、その違いを楽しんでもらえたらと思います。ちなみに次回の動画では、息子のショーンのセリフから使える英語フレーズっていうのを紹介していきたいと思いますので、楽しみにしていただけたら嬉しいです。もし話してほしいトピックとか知りたいことがあれば、コメントでぜひ教えてください。それでは、See you next time!